今日はですね、石破茂首相がですね、自民党の総裁、そして内閣総理大臣を辞任するというニュースが、先ほど入ってまいりました。それについて解説したいと思います。これまでですね、少数与党、衆議院議員選挙、参議院議員選挙、両方とも負けてしまいまして、責任を取って、通常であればですね、辞任するんですが、本当にね、長年の夢であった総理大臣になったということで、なんと、これまでね、菅さんもそうですし、みんな潔く辞任をしていたのに、なんと、ゲルさんは辞任しないという道を取ってしまったということで、もうやめてくれと。さすがに閣内からも、さすがに大臣クラスはですね、言えなかったですけど、副大臣クラスはもう自分は辞任してでも総裁選前倒しでやってくれというような意見すら出てきた、いたような状況です。おそらくですけれども、これまでであれば派閥があって、その派閥の長が、もうやめろという話で、数の論理でひっぺがしていたような気がするんですが、もうそういったことを言える長老がだんだん力を失ってきたと。本当にまともな派閥あるのもう麻生派ぐらいになってしまって、麻生さんの力もだんだん衰えてきているというところにですね、小泉進次郎農林水産大臣と菅元首相が連れ立って、首相官邸に行きまして、やめろと。若手の自民党、若手といっても40代後半ですけれども、小泉進次郎をはじめとした人たちは世代交代ができてないことが今回の選挙の敗因であるというふうに、もちろん裏金問題もあるんですけれども、調査をしたところそこまで裏金が響いているわけではなかったということで、自民党のね、もともとその、保守派、安倍さんとかを支持してた、勢力が対抗馬の左寄りの石破さんになったということで離れていったこともありますけれども、地方組織の要諦を担っていったような人たちが、去っていったのも非常に大きな要因だったということで、ここで、党内が大きく若返りをして改革路線に行かないことにはですね、選挙に勝てないと判断したのではないかなというふうに思います。ということで、小泉さん一人で行けないから一緒に行ってくれということで、菅さんを連れて首相公邸行ったんですけれども、そこで、俺はじゃあ紹介したから帰るねって言って先に帰って、それから1時間近く話し合って、総裁選前倒しという、そういう話になったと。で、石破さんは辞任するという。予定されていた両院議員総会を待たずにですね、先に首相を辞任すると。そういった形で、石破さん、会見をされて辞任をされるということで、短命政権に終わりましたけれども、次の総裁選誰が出るのかというところになりますけれども、小泉進次郎さん、高市早苗さんあたりは絶対出るだろうなというお話で、プラスして小林孝之さん、小葉ホークさん、林芳正さん、この辺は出てくるのではないかなと。非常に強い。茂木さんも出るのかな。茂木さんもやりたいって言ってましたね。河野太郎さんあたりはちょっと微妙かなっていう感じですけれども、その辺が出揃うのかなと。前回の総裁選もそうでしたけれども、派閥のグリップがなくなった分、派閥解体に動いた、裏金問題で派閥解体に動いたんで、かなり派閥のグリップ、派閥で一つの候補を押すっていうようなことがなくなった、調整がなくなったので、候補者乱立の後、なぜかゲルさんが漁夫の利なのかな、総裁選で勝ってしまったんですけれども、決選投票で勝ってしまったんですけれども、今回の場合もしかすると日程的なというか、通常の総裁選、期日通りの総裁選であればですね、党員選挙も行われるわけですけれども、今回は党員選挙行われない可能性が高い。もし、党員選挙行われればですね、地方でも票をある程度取れる高市早苗さんが割と善戦する高市、小泉進次郎の決戦みたいな形になると思いますけれども、今回ですね、党員じゃなくて、議員選挙になる可能性が非常に高いので、小泉進次郎さん、若手の中では今回その改革するっていう話であれば、もう林さんとか茂木さんとか、高市さんではなく小泉進次郎だろうと。あと国民的な人気もある、知名度もあるということで、選挙でも優位やということで小泉進次郎になる可能性が高い。自分のところの選挙区で圧倒的に強いので、そういった既得権益層ですね、医師会とか農協とか、そういったところに配慮する必要がないんで、改革が一気に進む可能性があるし、そういった人たちが大臣に抜擢される可能性が非常に高いと思います。私は希望的観測も含めて小泉進次郎さんに勝ってほしいなというふうに思っておりますが、先日ね、農林水産大臣室を訪れた時には全くそういう話にはならなかったんですけれども、とりあえず総裁選頑張ってくださいとエールだけは送っておきました。前回もね、
総裁選の時、動画一緒に撮ったりとかして、応援させていただきましたけれども、今回もですね、そういった機会があればですね、ぜひ応援していきたいなと思っております。これをきっかけにしてですね、自民党も大幅な若返りをすればですね、ワンチャンまだ見捨てられないのかなというふうなことは、私は考えております。他の党ができない圧倒的な改革ですね。今回、やっぱり日本維新の会ね、藤田さんが共同代表になって、吉村さんと志田さんで改革提案どんどんしていくんですけれども、小泉進次郎と維新であればタッグを組める可能性っていうのは非常に高いので、自公委の連立政権っていうのは十分可能かなというのと、最近公明党やはり支持基盤である創価学会の高齢化、学会員の高齢化問題がありますので、私よく最近公明党のサブチャンネル出てますけれども、斉藤代表をはじめとしてですね、岡本政調会長とか、非常に優秀な人材が、例えば政府系ファンドの開設とかですね、科学技術予算の倍増とかそういったことを訴えて、非常にまともな政策を訴えるようになって、非常に大きく変わってきているので、こういったところとの連携も、今の自公委であれば、改革勢力若手がですね、主導権を握るという前提であるならば、また不死鳥のように力を伸ばしていく可能性っていうのは、十分あるのかなというふうに思います。ただ、ここを逃すとですね、ここでまた支給派というか、比較的その上の世代の人たちに牛耳られるということであればなかなか難しいのかなと。ただ唯一のですね、福音というか、ポジティブ要素としてはですね、今、私とかの世代、いわゆる団塊ジュニア世代ですね、人口対比で言うと今一番のボリュームゾーンになってきてます。さすがに団塊の世代は少しずつ亡くなられているので人口がちょっとずつ減ってきているような状況にあるので、10年前であれば団塊の世代が一番のボリュームゾーンで、そういった世代に政治的配慮をしなければいけなかったんですが、ここに来てですね、もうすぐ75歳以上の後期高齢者の医療費負担1割から2割に上がるのかな、そういったことであったりとか、団塊の世代に対して、ベネフィットがあるような政策、これを訴えても選挙に通りやすくなっているというところが挙げられます。子育ても終わって政治にある程度関心を持つ層っていうのも我々の世代増えてきているので、投票率も上がる傾向にあると思いますので、非常に面白いかなというふうに思っておりますということでね、小泉進次郎さんが、自民党総裁になる可能性は今のところ一番高いかなと。でも前回もそんなこと言われてたんで、選挙ってのは本当水物でどうなるのか、これからの展開次第というところもありますので、完全な予想はできませんが、小泉さん頑張ってほしいなと僕は個人的に思います。ということで、いってらっしゃい。